電子レンジで簡単に作れる切り餅おかきを3種類作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は電子レンジで簡単に作れるおかきを作りたいと思います。今回作るおかきは油で揚げずに電子レンジで作っていきます。味付けは今回醤油とブラックペッパーとあときなこ味、この3種類を作っていきたいと思います。はい、ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。切り餅、醤油、ブラックペッパー、きな粉、黒蜜。今回味付けは先ほどもお伝えしましたが、醤油とブラックペッパー、そして黒蜜きな粉で作っていきます。こちらはお好みのものを使っていただいて大丈夫です。はい、ということで早速作っていきたいと思います。はい、それではまず醤油味から作っていきます。で、お餅結構膨らむのでちっちゃめにカットします。縦に3等分します。お餅がすごく硬いので怪我をしないように注意してください。1センチ幅ぐらいに切っていきます。はい、このようにカットしてください。大きめの耐熱のお皿を用意してください。で、ここに紙のクッキングシートを敷きます。この上にお餅を並べていきます。できるだけ間を空けて並べるようにしてください。これ以上密にしてしまうと隣同士がくっついてしまうので2回に分けて加熱したいと思います。はい、こんな感じにコロコロっとしたおかきに仕上がりました。出来たてはすごくお皿も熱いのでやけどしないように気をつけてください。それでは残りもね加熱していきたいと思います。はい、しっかり空間を空けて加熱します。はい、このようにカリカリのおかきに仕上がりました。それではお醤油を回し入れます。これを絡めましょう。美味しそうですね。はい、このように醤油がまんべんなく行き渡れば完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、続きましてブラックペッパー味を作っていきます。これも同じように一口サイズにカットしていきます。縦に3等分ですね。はい、そして横にして5等分ぐらいにしていきます。はい、このようにカットしてください。こちらも同じくクッキングシートの上に並べていきます。はい、これで電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、加熱中にこうやって隣同士がくっついちゃった時は一度電子レンジを止めて離してからまた再加熱するようにしてください。はい、こちらも出来上がりました。残りのお餅も同じように並べます。これをまた電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、こちらも出来上がりました。こちらのお餅もボウルの中に入れます。で、お餅がこうやって乾いてる状態なのでそのままブラックペッパーを振ってもこのお餅につかないので、まず最初に醤油を絡めます。はい、そして絡めましょう。醤油ベースのお餅よりは少し薄めですね。で、ここに最後ブラックペッパーをかけます。そして混ぜます。はい、これでブラックペッパー味の完成です。はい、それでは最後に黒蜜きなこ味を作っていきます。これも同じようにまず縦に3等分します。はい、で横にして5等分ぐらいにします。はい、このようにカットしてください。こちらも同様にクッキングシートの上に並べていきます。はい、でこれを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、出来上がりました。で、たまにこうやって電子レンジの場所によってこうやって焦げてしまうものもあります。はい、なので様子を見ながらもし焦げそうな時は一度電子レンジを止めて場所を移動してまた温めるといいかなと思います。はい、ということで残りも加熱していきます。はい、それではこちらにはまず最初に黒蜜をかけます。
そしてこれを混ぜましょう。で、全体的に黒蜜が絡むようにしてください。はい、そうしましたら上からきな粉を振りかけます。そして混ぜます。で、きな粉は2回ぐらいにね、分けて混ぜると全体的にきな粉がよく絡みます。はい、これできな粉は完成です。はい、これで電子レンジで簡単に作れる切りもちおかきの完成です。これがお醤油味ですね。こちらがブラックペッパー味です。最後こちらが黒蜜きなこ味です。こんな感じに仕上がりました。はい、ということで完成しました。早速いただきたいと思います。まず醤油味からいただきます。このね、醤油が染み込んでて美味しそうですね。やっぱりね、おかきといえば醤油ですよね。はい、ということでいただきます。醤油やっぱり合いますね。サクサクです。ブラックペッパー味いただきます。ブラックペッパー味も大人の味でかなり美味しいです。はい、そして黒蜜きなこ、甘いのもね、こういうの美味しいんですよね。それではいただきます。美味しい。きなこ美味しい。はい、ということで今回も美味しく仕上がりました。今回の切りもちおかきのポイントなんですけれども、切るときはお餅が硬いので手を怪我しないように注意してください。電子レンジで温めるときはお餅とお餅の間を十分に開けて加熱するようにしてください。お餅が膨らんでいろいろお餅が動いて隣同士がくっついてしまうので、もしくっついたときは一度電子レンジを止めて、やけどしないようにお餅とお餅同士を離してまた再度加熱してください。作り方はとても簡単です。で、あと油で揚げないので普通のおかきよりはヘルシーでかつ手軽に作れるかなと思います。お餅の大きさとか電子レンジの種類にもよるので、だいたい3分から3分半ぐらいを目安に加熱していただけたらと思います。置く場所によってちょっと焦げるところがあるかもしれないので、その時は一度取り出して場所を変えてまた加熱してみてください。そして今回は醤油味とブラックペッパー味とあと黒蜜きなこ味、この3種類をご紹介しました。他にも青のりとかコンソメとかガーリックパウダーとか蜂蜜とかあと砂糖醤油とかいろいろアレンジも楽しめるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は電子レンジで簡単に作れる切りもちおかきを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。